おはようございます。ケンです。今日は3月1日日曜日から今朝の早朝までに出たテスラのニュース、これをまとめていきたいと思います。今、テスラは失速しているのか、それとも次のフェーズに入ったのか、この数日間のニュースを見ると、ポジティブとネガティブが入り混じっています。しかし、断片的に見ると混乱しますが、構造で見ると非常にわかりやすいです。今日はオーナーの方、そしてテスラ株投資家の方が知っておいた方がいいポイント、ここだけに絞って整理をしていきたいと思います。本日も最後までご視聴ください。ではね、今日の内容入っていきたいと思いますけれども、まず最初に今週前半で最も重要なニュースの一つが FSD の累計走行距離が84億マイルに到達したという話です。テスラの FSD は無監視自動運転の実現に向けて一つの大きな目安として100億マイルっていう数字が語られてきました。その100億マイルにかなり近づいています。これは単なる数字ではありません。AI の世界ではデータ量がそのまま競争力になります。走行距離が増えるっていうことは学習データが増えるっていうことになります。そして実際の道路環境のデータっていうのはシミュレーションとは価値が違います。テスラは世界中のユーザーからリアルワールドデータを集めています。この積み上げが84億マイルです。無監視の FSD がいつ実現するのかっていう議論はありますが、少なくとも準備が着実に進んでいるっていう事実はオーナーにとっても投資家にとっても非常に重要です。では次にサイバートラックの価格について見ていきましょう。サイバートラックの AWD が1万ドル引き上げられたというニュースです。デュアルモーターの AWD モデルは59,990ドルで登場したんですけれども、わずか10日ほどで69,990ドルへ値上げされました。この値上げはもともとイーロンさんが初めから言っていたものですけれども、一気に 17% の引き上げです。しかも納期は2027年です。ここで大事なのは値上げっていうのが失敗ではないという点です。むしろ逆で需要が強いからこそ価格調整ができています。テスラはこれまで価格を下げる企業というイメージがあったかもしれません。しかし今回の動きは価格決定力があることを示しています。ブランド力と需要の強さがなければ発売直後に1万ドル値上げはできません。オーナー目線で言えば自分の車の価値が守られやすい環境でもあるということになります。投資家目線で言えば利益率の改善の可能性があるということになります。そして欧州販売の回復です。ノルウェーでは前年比で約 75% の増、フランスでは約 55% の増、スペインでは約 74% の増です。ここ数ヶ月、欧州でテスラ失速っていう見出しが目立ってはいましたけれども、2月のデータを見ると明らかに反発の兆しがあります。もちろん全ての国が好調というわけではありません。しかし重要なのは需要が消えたわけではないということです。価格戦略や新モデルの投入のタイミングによっては登録台数は大きく変動します。短期データだけで終わったって判断するのは早計です。今は回復の初動の可能性っていうのもあるんじゃないかなと思います。こちらに関しても長期的に見ていくっていうのが必要になってくると思います。ただしポジティブな話だけではありません。 EU の CO2 排出プールからトヨタとスティランティスが撤退することが明らかになりました。これは非常に重要です。テスラはこれまで規制クレジット収益によって利益を補完してきました。しかしアメリカでのクレジット制度の縮小に続き、欧州でも収益源が細くなっていく可能性があります。つまりこれからは本業での収益力、これがより問われるということになります。車両からの収益、エネルギー事業、そして AI やロボティクス、クレジット頼みの時代は終わりつつあります。これはリスクであると同時に企業としての成熟フェーズへの移行でもあると思います。さらにサムソンのテキサス工場の立ち上げ遅延も報じられました。ここで製造予定とされているのが AI5 や AI6 のチップです。FSD や Optimus に関わる重要な半導体となります。もし立ち上げが遅れれば AI 関連のタイムラインにも影響が出る可能性があります。ここは短期的なリスクとして抑えておく必要があると思います。AI 戦略を加速させるにはハードウェア供給が安定していることが前提です。この部分に関しては今後の進捗、これを注視する必要があると思います。一方でマクロ環境は追い風の可能性もあるんです。中東情勢の緊張を受けて原油価格が上昇しています。ガソリン価格が5ドルに達する可能性が議論されています。歴史的に見ると
ガソリン価格の上昇っていうのは EV 需要を押し上げます。消費者はトータルコストで判断をするからです。ガソリン代が上がれば上がるほど電気自動車の経済性っていうのは相対的に魅力を増していきます。これはテスラにとっては間接的な追い風となっていくと思います。では、ここまで整理していきたいと思いますけれども、今のテスラは非常に面白い位置にあります。FSD は84億マイルに到達し、AI の進化は続いています。サイバートラックは価格決定力を示し、欧州の販売っていうのは回復の兆しを見せています。一方で、規制クレジット収益は縮小方向にあり、半導体供給には不透明感があります。つまりテスラは今、補助輪が外れた状態というふうに捉えることもできるんじゃないかと思います。クレジット収益に頼るフェーズから AI、ロボティクス、エネルギーで本当に稼ぐフェーズへ移行しています。これは痛みを伴うかもしれませんけれども、長期的にはより健全な形です。これからは実際に AI やロボティクス、このあたりで収益をきちんと上げられるかどうか、ここが投資家にとっても大きなポイントに変わってくるんじゃないかと思います。では最後にこういったことを踏まえて現在のテスラ株がどうなっているのかチェックしていきましょう。本日は下落しておりまして400ドルを割り、現在391ドルとなっております。本日はアメリカ3指数すべてが下落となっていますので、その影響を受けているんじゃないかなと思います。はい、では最後にね、皆さんに一つ問いかけたいと思います。皆さんはテスラをまだ自動車メーカーだと思っていますか？それとも AI 企業だと思っていますか？僕の YouTube をご覧になってもらっている方にとっては、もう自動車メーカーっていう認識がもうほんと薄くなってきているんじゃないかなと思いますけれども、今日のこの数日間のニュースっていうのはその答えを示しているんじゃないかなと思います。車の販売台数だけを見れば不安材料もあります。しかし84億マイルのデータ、ロボット開発、AI チップの投資、こういったことを見るとテスラの物語は全く違います。今は過渡期なんです。この過渡期をどう見るかでテスラオーナーとしての楽しみ方も、テスラに投資をする投資家としてのスタンスも変わってくるんじゃないかなと思います。今週前半のニュースっていうのは終わりではなく次の章の始まり、こういったことを示しているように僕は感じましたけれども、皆さんはどうでしょうか？ぜひコメントで意見を教えていただければと思います。そして僕は引き続き最新情報を構造で整理していきながら YouTube でお届けしていきたいと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今、株式会社 SI ソーラーさんと太陽光や蓄電池に関する情報発信を始めています。SI ソーラーさんの公式 YouTube チャンネルで行っています。もし太陽光や蓄電池でこういったことが知りたいなどがあれば、ぜひね、教えてください。質問大歓迎です。この YouTube のコメントにいただいても大丈夫です。そしてその質問を SI ソーラーさんの方に送って、その回答を YouTube でまた行っていきたいと思います。基本ショート動画がメインにはなっていますけれども、最近は長尺動画も結構作っていますので、ぜひね、太陽光や蓄電池の知識をつけたい方、ご覧になられてみてください。チャンネルは概要欄に記載していますので、そちらの方からぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。